んこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中俊一です。今回はですね、将棋ウォーズで実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回もね、10分切れ負けで読み上げ音声をですね、香川真奈緒女流四段に設定してあります。あなたが先手です。はい、私が先手ですね。はい、今回相手は初段の方ですね。相手の方はね、三間飛車が得意戦法ということなので、振り飛車になりそうですね。はい。今4四歩で、4二銀はわからないですね。どちらか。5六と。この歩を突くとね、貸し借り銀の変化はなくなるんですけどね。はい、私の王様があって。この王様上がりでね、もしかして居飛車に切り替えるという手段もあり考えられましたが、3二飛車で、三間飛車ですね。はい。私の方は王様を囲って、さあ、どうしましょうかね。開封に持久戦。開封に持久戦。そうですね。角をこう7七に今ね、香川さんの声も入りましたけれども、7七角とね、角を上がるとこう振り飛車に対してね、持久戦模様になりやすいですね。で、王様を追って。ここでね、9八香と上がって居飛車穴熊か7八銀と上がって左美濃か、私の方の分岐点で、後手のね振り飛車側も7二銀と上がるか9二香と上がるかで分岐点ですね。最近はね、振り飛車側も、少しね、なんていうんですかね、振り飛車側が、統治化というかね、ミレニアムのような格好にする、ね、指し方も増えてきてね、最近本当にね、戦法が多様化してるんですけどね、今回5四銀と早めの銀の繰り出しですね。これは6五銀と出て、角の頭の歩を狙ってきているので、6五銀に対する対策をね考える必要がありますね。6六歩と突くか、実際銀で対抗してみましょうか。6六銀と上がるかどちらかですね。このどちらかでね対応すれば6五銀と出られないのでね、6五銀と出させて指す指し方なんですけど、やっぱりね6五銀はねかなりね角の頭で狙われて嫌なとこなので、銀で受けるか歩で受けるかしとけばね、とりあえずはこれ以上ね一気にやられて攻められてしまうということはないですね。で角を引きましょう。6六銀と上がる形がね、これ場合によっては7七銀と引くような形になって、非常に硬いね穴熊になるので、必ずしもなんていうんですか、こう6六銀と上がらされて損したっていうことになりにくいのでね、全然こう6六銀と上がって指せばね、いいかなと思います。でどんどん金を固めていきますか。今2四歩同角っていく手もあったんですね、実はね。ちょっとね5一金が離れてるんでね。これですか。俺も2四歩同角いく手ありますね。迷うな。これ、ね、金が離れてるんですよ。これ2四歩同歩同角といって行ってみますかね。これ今6一金で寄ってればねすごく無難だったんですけど、ちょっとやってみますか。これどういうことかというとね、この金がね5一銀のがミソなんですよね。こういってもちろんこれでね詰まれとか当然ならないんですけど、これで歩を打った時にこの5一金がねこう6一にいると4四角とねかわす手がこうテクニックなんですね。これちょっと強い方ならね、ご存知だと思うんですけどね。で角上がっちゃうと金取られちゃうんで今金寄ったんですけど、一手ねこれで私の番なので何かねここからさらに攻めれないかなってとこですね。ちょっとやってみますか。3三角成と取って、これで次4四角とかわせられるとねまたこう攻めを繰り出すんですけど、これで歩を伸ばしてね、さてで私の方も穴熊がね若干未完成なんですけど、ここで攻めきれるかどうか。これ2つ方法がありまして、3つかな。5一角と打つ手もあります。3一角と打つ手もありますね。あと2三角と打つ手があって、もう一つね4四角と打つ手があって、4四角はねちょっとやってみたいなと思うんですけど、どうですかね。4四角と打って桂と歩の両取りで4二角と打つしか受けないんですね。それに対してね。で2五飛車と走ってそれがどうか。多分同桂であれかな。3一角の方がいいかな。そうです。3一角の方がこの場合いいですかね。3一角と打って2四飛車に5三角成、そうすると6五銀ですかね。難しい。2三角とここに打つ手もありますね。2三角と打つと4三銀ですかね。この辺りね難しいんですよ、手がね。4四角と打って4二角に走る手も魅力的ですね。それもあるけどな。ただ同桂で取ってかな。角を打って角打ってみますかね。3一角とね。これで5二飛車だとね2三歩成となっても突破して大成功になるので、2四飛車と大体そうですね、2四歩と行ってみますかって話をしたんですけど、2四歩つかないでねどんどん駒組みすればねこういう激しい展開にならないんですけど、ちょっと今回私の方がね注文つけて、ちょっと早い展開、早い将棋ですね。さあこれでね多分おそらく6五銀でしょうね。この銀が取られちゃうとさすがに痛いので、そうですよね。この時にさてどうかですね。難しいですね。結構ねうまくいってるように見えて、やはり穴熊の硬さに
差があるんですよね。後手の方の穴熊の方がくっついてるんでね、なかなかこれ難しいですね。私の方も仕掛けたけど、なんですかね、大成功して大優勢とまではいかないかもしれないですね。同銀と取りますか。銀を引く手もありますけどね。さてここでどうするか。桂を狙って4三馬とか4四馬とかね狙っていく手とか、5二銀といってガリガリいく手ますけど、まだちょっと駒が足らないかな。4四馬か4三馬か、どっちか4四馬か4三、どちらかですかね。これで桂馬を狙っていって、この桂馬を取りがね非常に受けにくいので、そうですね、相手の方も攻め合いできましたね。さあ取って成です。さあどうするかですね。ここで私の方分岐点ですね。飛車を逃げるか飛車を取り合って攻め合っちゃうか。飛車取りって攻め合いにしますか。さあこれはねまた非常に何ていうんですかね、これで桂得なんですけど、私の穴熊は離れてるんでどっちが早いか。私の桂馬を使ってもどんどん攻めます。これがね得意した桂馬を先に使って、なるべくね相手の駒を早めにね薄くしたいということですね。ただねこれ離れてるんで、これもしね金が後手の形にくっついてればねもちろん私が優勢なんですけど、離れてるんで形勢は難しいですね。そんなに私の方も良さそうに見えて、あとやっぱりね王様が薄いのは響くんですよね、こういう将棋というのは。ということも攻め合いですね、飛車を打って。さあどちらの攻めが早いかというのと、私の方の穴熊がどれくらいこれね持つかというところですね。結構いい勝負だと思います、これはね。これね5二銀と打たれる手がありそうなんですけど、それにはね7一桂となってしまえばいけそうですね。角突き捨て、これ手筋ですね。難しい。どうかなこれはな。いや鳴らしてね攻め合いが出ればいいけど、ちょっとさすがに無理ですかね、まだね。同歩で取りますか。これね6七角と打ってくる可能性ありますね。でそういう時にやはり金が離れてるのがね薄いんですよ。6七角かな。どうだろう。で私はね2四の馬が場合によっては6八馬とかね5七馬とか、例えば6七角には5七馬とってあるかな。これはちょっとひねった手ですね。これは取るしかないですね。なるほどなるほど。これ飛車取ってくれればね金のため、さっきすいません5二銀の説明の途中になっちゃったんですけど、この時にね、5二銀飛車を取ってくれば金を取ればね優勢という話でした。さてこれどうしますかね。香取っちゃうかな。香を取るか5一飛車成とやって5六角を防ぐかですね。香取っちゃいますか。香を取る手が聞けばね一番いいですね。5一飛車成だとこの角を5六角を封じたということなんですけど、桂馬を打ってきました。私の方がねやった手と同じ手ですね。これは一回金逃げるしかないですね。私桂ボロッと取られるのは痛いんでね。で桂馬なってくるってことでしょうか。なぜ7九金、角が出てきました。これはちょっとどういう形になってるかですね。次角が桂馬とかぶってるんでね。ただどうですかね、これ馬引くと攻めがあるかな。馬引きますかね。桂なってどれぐらい攻めが来るか。バラ穴熊これ王手かかんないのでちょっと受けないとダメですね。私の方もね馬を引きつけて、この穴熊は王手はかからないですけど、次に手が回ればね6三銀から7二金とかね、着実に攻める手があるので、ここはとりあえずここで後手の攻めを食い止めたいですね。銀ですか、一番激しい手ですね。どうだろうこれ難しいですよ本当に。ちょっとすいません、ここから考えないとね。これ同金ですと同桂成かな。で角馬を取るってあるな。同金同飛車成、あとこれ角取るってもこれ迷いますね。すいません、非常に応手がたくさんあります。角を取ると銀を取って同玉7九銀で王様上がって、それもしのげそうですけどね。あるいは同金同桂成で角を取る、どっちがいいですかね。同金同飛車成ってことはないですもんね。同金同桂成で角を取る方がいいかな。いやちょっとここは迷います。非常に迷うとこですね。どっちもある、どっちもありますね。角を取る方がシンプル。角取ってみますか。いやここはねこういう駒がいっぱいぶつかってるとこは慎重になった方がいいです。もちろん飛車取る手もあるんでね今ね。根元の角をこちらですか。これはねこの手が何でもないんですよね。馬がいるんでね、ここは大丈夫そう、大丈夫な雰囲気ですね。ただどうしましょう。ここで攻めちゃうかもうちょっと守るか。取って金打てばね鉄壁ですね。そういっちゃいますか。取ってねこう金打つとこれ非常に硬いですね。これは私の方が優勢になりましたね。駒得になったんで。ただ穴熊はね油断にならないですよね。ちょっとしたことでもし今受け出しあるいは必死とかになっちゃう。一番ひどいのはね必死になると相手の様に王手かかんないんでね、一気になんですかそのまま投票終わるということね、皆さんも経験あると思うんですけどあるので、受けるとこはしっかり受けとくと。
5-7も引けたのが大きかったですかね。さてこれで穴熊崩しですね、どうするか。いろんな崩し方がありますが、7五桂と打つのが一番これねよく竜がこう効いていて、このね穴熊上部から攻めると、そうですね、歩を受けたんですが、これはねどうするのがいいかな。これもねテクニックなんですけど、いろんな手があるんですけど、例えばですけど竜の利きを底歩でこう止めることあるじゃないですか。こういう時はね竜をこう使っとくのがね一番損ない手なんですよ。他にもっといろいろ手あるんですけど、竜を止められたら必ずその竜を動かすって覚えておくと遊ばないです。やっぱりこの竜がねこう止められたのに違うって、この場合いろんな手があるんですけど、やっておくと竜が遊ぶことがあるんですけど、止められたには止められた竜を使うというね、いわゆる一手には一手ってやつですねをやるといいと思います。で銀を受けました。これには香車を打ってね足していきますか。これで竜と馬と桂と香がね全て働いてるんで。で持ち駒はまだね角銀銀とありますからね、これはかなり攻めが決まりそうです。で桂ですが、これでも最善の粘りですね。どうするのがいいかな。ちょっと考えますね。香車を成る同銀同桂成、もちろんこう香車を取らして同歩という組み立てもあるので、どうするのがいいかな迷いますね。いやでも7四桂は素晴らしい手ですね。これ一番確かに粘りとしてはある手です。6三銀と打つのがいいかな。これは7二の銀を動かしてね攻めるということです。同銀ならね同桂成もありますし、こう8三の方にね行く手もありますね。桂です。これがね多分例えば9三9八桂成と取られても同香で何もない手なんでどんどん攻めていきますかね。もちろんこれ同歩でも安全勝ちですけどね、本陣の方に迫って、これ同玉の形がね穴熊の香車なくなりましたけど硬いので同玉と取って。これでね全ての駒が働いてるんで受けがなくなりそうですけれども、銀ですか。どうでしょう。これはね詰みがありそうですね。8三桂ならずからちょっとねバーっていって、大体詰みですね。ならずといって、同銀にねもちろん7一竜とかでも勝ちなんですけど、詰ましたいですね。詰みそうなんでね。これは囲いの詰みですね。実戦詰め将棋といった感じです。この時にね同竜とか7一竜でも勝ちですけど、銀を打ってってね詰みがありそうです。これはねちょっと超手数なので少しねこれねこれ投了ですか。ありがとうございました。やったね。はい、いかがだったでしょうか。戦型がね相手の方も振り飛車穴熊を選んだということで相穴熊のね将棋と進みました。穴熊戦っていうのは持久戦に進むことも多いんですけれども、今回は飛車角走交換の激しい勝負にね進みました。投了の場面ではね相手の方が非常に実力のある方だったのでね、途中で投了ということになったんですけれども、投了以下の解説は解説編の方でねご覧いただければなと思っております。この動画が良かったのという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。